自己成長大好き絵師のレモン色です。今回はイラストの描き方を解説する動画です。早速メイキング解説に入っていきます。はじめは絵の構図、デザインを決めていきます。いつもは何描こうかなと考えて案を3つくらい出してから、そこから構図を採用して描く描き方をしていくんですけど、今回は最初から描きたいイメージが決まっていました。なので最初からこんな風に頭で思い描いていたイメージっていうものをそのまま書き起こして進めています。その描こうと思っていたデザインっていうのは、私がリアルで見つけた風景が元になっています。それがこちらなんですけど、この木の葉の部分がぐわっと前に出てきていて、でその奥の部分の陰影が深くて傘のようじゃないですか。この雰囲気に私はすごく引きつけられて、でこれを見た瞬間に傘っぽくなっているところの中に大きい女の子を描いてみようという感じでアイディアが降ってきました。アイデアを形に書き起こすところに関しては、最近はラフの段階からコントラストをつけて書き起こすっていうことをやっています。一枚絵のイラストでコントラストってとても大事なんですよね。コントラストがある絵とない絵とでは見え方が結構変わってきます。どちらにもそれぞれね良さがあるので好みの問題にもなっちゃうとは思うんですけど、私みたいにコントラストをつけて見せていきたいっていう人は、そのラフの段階から明るい場所、暗い場所をどこにどのくらいの割合持ってくるかということを意識して最初から描いていくっていうことをおすすめします。ここから色を決める段階に入っています。ここで女の子のキャラクターデザインに関してお話ししていきたいんですけど、これはもともとこれまでいろんなイラストを観察してきた中で、緑の環境の中に赤みのある肌色の女の子を描いてみたいなってずっと思っていたんですね。なので今回その描きたいなって思ってたことを、描く機会にしたっていうことですね。そんな感じでこの赤い肌の女の子を描くことにしました。ここら辺で色が決まったのでどんどん書き込み始めています。髪の色と服の色を白にした理由は2つあって、まずは赤い肌を引き立てたかったから、そしてもう一つは一枚絵を洗練された雰囲気にしたかったからです。まず理由の1つ目、赤い肌を引き立てるっていうところなんですけど、ここで使った赤みのある色はかなり彩度が高いんですね。なのでできるだけその部分とは何かしら差がある色を使わないと肌の色が引き立たないんですよ。例えばこの赤い肌に同じくらい彩度が高い青色を髪や服に合わせたとしましょう。そしたらこんな風になりますね。髪も服も靴下も青色になっています。このイラストの感じだと髪も服も靴下も青色になっているので、一枚の統一感という観点からはまだ全然ありな表現だと思います。でもなんか肌の赤色の存在感っていうものが損なわれたように見えてしまいませんか？こうやって並べてみると分かりやすいかもしれません。どうですかね？やっぱり私はね、白い髪と服の方がちょっとより魅力的に見えるかなと思います。赤い肌って特徴的なポイントじゃないですか。とても独特な雰囲気ある女の子になっていると思うので、とにかくその子を主役にその子を見せる表現っていう方向性で服や髪周りの色っていうものを決めていきました。で、服と髪を白色にした理由の2つ目、洗練された一枚絵にしたかったっていうところなんですけど、これはね言うまでもなく、白っていう色は洗練された雰囲気を醸し出しますよね。私が絵柄としてその洗練された雰囲気を描いていきたいっていうのがあったので白色にしました。でまたさっき説明した彩度の差が赤い肌を引き立てるよっていうお話で言うと、白以外にも黒色でも赤色の肌っていうのを引き立てることができるんですよ。こうやって見るとねわかると思うんですけど、でもこうやって比較した時に白色の時と比べると一枚絵の受ける印象っていうのがやっぱり黒の方は変わってきますよね。左の髪と服が白い方がやっぱり洗練された印象っていう面では私の表現したい雰囲気だったのでこっちにしました。といったようにキャラクターのデザインを口で説明するとこんな感じにはなるんですけど、結局ねこういうことは大体の人は感覚でやっていますので、そのような認識で皆さんもそれぞれの中にこの考え方を取り入れてもらえたらと思います。
皆さんも多分これ取り入れたら今後感覚としてやっていくことになると思うので、そのような認識で参考にしていただけたらと思います。私の場合、最初に決めるデザインや構図は本当にとりあえず決めているだけです。なのでそれに忠実に描いていかないといけないってわけではなくて、色も途中で調整したり、描くものを付け足したり変えたりしています。この一枚絵描いていく中でずっと右側にね、何か描きたいなと思っていて、この色鮮やかな概念的なものを描いたりしてみました。これすごく気に入っているんですけど、結局描くのをやめちゃいました。なんでかっていうと、私の表現したいことっていうのがあまり表現できないからだったんですね。私がこの一枚を通して一番表現したかったことって女の子の大きさなんですよ。この女の子の背丈が木の方まで伸びていっているっていうことを見せたかったんですね。でも木まで到達していることを描いただけでは不十分なんですよ。この世界にはね、高い木ばっかりじゃなくて低い木もありますから、だから木以外にも女の子を大きく見せるための比較対象が何か欲しかったんですね。で、それにはこの概念的なものっていうのではちょっと物足りない気がして、で違うものを描くことにしました。でこうやってちょっと建物を描いたりしているんですけど、結局はこの剣ですね、これを描くことによって女の子の背の高さ、大きさっていうものを表現することにしました。この剣ね、大きさからだいたい通常の人間の大きさが想像できますよね。このくらいかなって。なので自然と女の子がとても大きいということを認識できると思います。概念的なものもね、すごく気に入っていたのでちょっと悔しいっていうのはあるんですけど、またどこかでね使いたいなと思います。このイラストを一枚絵として分析していくと、かなり対比が表現された一枚絵になっています。まずは最初の方に話したキャラクターデザインのところで、肌の色と髪や服の色のサイドですよね。光が強い赤色に対して洗練した世界観に馴染みやすい白色ということで、赤対白ですね。もしくはサイドが高い低いって言ってもいいかもしれません。あとは髪型と表情にも対比があって、髪型は可愛くてお茶目な雰囲気がありますが、顔は無表情です。動きのある髪と落ち着いた表情で、動と静という感じでしょうかね。また背景と人物にも対比があります。この背景は私が実際に目で見たリアルな背景なわけですから、現実ですよね。それに対して赤みのある肌の女の子、木まで背丈が伸びている女の子っていうキャラクター設定ってかなり非現実的ですよね。なのでこれは現実と非現実の対比になります。そしてさっき女の子の大きさを強調するために小さい剣を描きましたって言いましたよね。これが大きいと小さい大小の対比になります。といったようにね、この一枚絵の中に4つも対比が含まれていて、もう対比もりもり魅力増し増しっていう感じなんですけど、そんな一枚絵になっております。特に大きさの対比って見てすぐわかる
わかりやすく手っ取り早く引き込まれるような絵を描く手段っていうものになるので、皆さんもね、今この瞬間から取り入れられるものだと思います。ぜひやってみてください。ということで、今回はイラストのメイキングを解説していきました。いかがだったでしょうか？見てくださった方の参考になればとても嬉しいです。このチャンネルではイラストを通して自己成長を楽しむというテーマで発信しています。チャンネル登録者10万人を目指しています。他にもメイキングや添削動画などを載せていて、イラストの上達やお絵描きについての考えを深められるようなコンテンツを発信しています。私の活動を気になってくださった方、また今回の動画で新しい発見があったよって方は、高評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。